今日は海外の空気が濃いじゃん。ホルムズ海峡、英仏主導の会合、それに NATO の大使たちの来日まで来るよ。海峡で船が動き出した話から国際会議と来日までつながるのだ。まとめて聞くと重そうだけど、意外と全部一本の線でつながっているわね。まずはホルムズ海峡の動きからなのだ。あの細い海の通り道、また落ち着かない感じになったのね。船が戻ったと思ったら、後でまた進んだっていうのが気になるじゃん。東京大学の渡辺秀則教授がマリントラフィックの位置情報で船の動きを見ていたのだ。マリントラフィックは船の位置が見える地図みたいなものよね。なるほど、そうやって追うのね。人の流れを駅の改札で見るみたいに、海の流れも見えるの面白いよね。イランの原口外相が SNS で海峡の開放に触れた後、貨物船やタンカーが向かったのだ。でも通れずに U ターンした船があったのはかなり緊張感があるわ。通れそうで通れないって、試験前に答案用紙だけ配られて止まるみたいじゃん。落ち着かないやつだよね。船の側は出たいけれど、相手に軍事力があるので逆らえない様子が読み取れるのだ。そこで停泊して待つ船もあるって、かなり我慢比べね。じっと待つか引き返すか、どっちも意外だそうじゃん。でも日本時間の昼頃から再び動きが出て、午後2時半の時点で UAE 発で中国向けのタンカーなど5隻が通過したのだ。UAE はアラブ首長国連邦のことよね。5隻まとめて通ったのは初めてって、そこは大きいわ。しかも日本関係の船も海峡に向かい始めたって、かなり強い変化だよね。これまではサウジアラビア沿岸に止まっていた船が方向を変えて動き始めたのは重要なのだ。ただ、どの国の船がどれだけ通れるかはまだ見極めが必要ね。確かに、通過のペースが安定するのかで、安心度が全然変わるじゃん。日本時間の18日昼頃から午後4時までに、10隻以上のタンカーが指定ルートを通ったのも確認されたのだ。数字が積み上がってきたわけ。単発の様子見ではなくなってきた感じね。これ、物流の予定が詰まってる人たちにはかなり大事な動きだよね。今後は通過するペースと、どんな船が通るのかを見ていく必要があるのだ。結局、解放の知らせより先に、どう守るかの設計図が大事になってくるわね。続いては、安全な航行を守るための会合なのだ。英仏主導で、50の国や EU、それに IMO の首脳や関係者が集まったのね。IMO って国際海事機関のことだよね。船の安全ルールに関わるところじゃん。オンライン形式で17日に行われた会合で、海峡の安全な航行をどう確保するか話したのだ。50カ国規模って海の話なのに参加の広さがすごいわね。ホルムズ海峡って世界の物流の要だもん。止まるといろんな場所に飛び火するじゃん。マクロン大統領は解放の発表を正しい方向への一歩として歓迎したのだ。その上で、イランとの外交交渉やアメリカ、イスラエルとの連携も進める考えだったわ。海峡だけじゃなく、周辺の国全部を見ながら動く感じなんだね。スターマー首相は来週ロンドンで詳細を発表すると明かしたのだ。それと、機雷の除去を支援する平和的で防衛的な任務だとも強調していたわね。機雷って海に置かれると、それだけで航路の不安が一気に上がるよね。だから通れるようにするだけじゃなく、そもそもの危険を減らす計画が必要なのだ。高市政権首相のメッセージでも、海峡の安定回復と全ての船の安全が不可欠だとしていたわ。うちらで言うなら、通学路に危ないものが落ちてたら、まず片付けるのが先だって感じじゃん。日本も関係国や関係機関と緊密に連携して取り組むとしているのだ。結局、解放の知らせより先に、どう守るかの設計図が大事になってくるわね。お次は NATO 加盟国の大使たちが日本を訪れた話なのだ。32カ国のうち30カ国が代表を出したってかなり異例の規模ね。NATO って北大西洋条約機構だよね。そこから30カ国分も来るの普通じゃないじゃん。ベルギーの NATO 本部にいる大使や代表が今月15日から17日まで日本を回ったのだ。茂木外務大臣と小泉防衛大臣、それから日本の企業6社とも話したのね。企業まで入るってことは、防衛の話だけじゃなくて作る力も見られてる感じだよね。
横須賀基地では原子力空母ジョージ・ワシントンも視察したのだ。実物を見ると言葉だけより重みがあるものね。原子力空母って名前だけでも迫力あるじゃん。暗視だったらちょっと固まるかも。ルーマニアの大使は日本とアメリカの関係が特別だと感じたそうなのだ。ノルウェーの大使もとても感激したと話していたわね。外から見ると日米の結びつきってかなり印象が強いんだね。今回の訪問にはロシアへの対応や中国への対応で日本との連携を深める狙いもあったのだ。それにトランプ大統領が NATO への不満を示す中で日本がどう向き合っているかも見ていたらしいわ。国際関係って一つの訪問でも見てるポイントが多いじゃん。 NATO 加盟国は2035年までに国防費などを GDP の 5% へ引き上げる方針なのだ。 GDP は国の経済規模の目安よね。 5% って聞くとかなり大きな数字に感じるわ。でもヨーロッパの防衛関連企業には生産の限界もあるから日本の企業が注目されるのもわかるよね。 NATO 側にとっても日本の協力や経験から学べるところがあるのだ。同盟って並んでいるだけじゃなくてお互いのやり方を見る場にもなるのね。これただの表敬訪問じゃなくてかなり実務的な空気だったじゃん。ちょい寄り道するけどイランって名前だけでも歴史がかなり深いじゃん。中東にある国で首都はテヘランなのだ。1979年のイラン革命で王政が終わって今のイスラム共和制になったよね。へえ、体制の転換がかなり大きかったのね。それに公用語はペルシア語でペルシアって呼ばれることもあるよ。国名の響きだけじゃなくて背景も長い歴史を持っているのだ。そういう前提を知ると海峡のニュースも少し見え方が変わるよね。概要欄に元記事のリンクもあるから気になるのはそこも見ておきなさい。よかったらコメントで一番気になったニュースを教えてね。海峡も NATO も続きがどうなるか気になるのだ。じゃあまた次回ね。